教会史。それは単なる過去の出来事の羅列ではありません。それは救い主の時代から後の時代の教会の歩みの記録です。エウセビオスが残した苦難と勝利の300年の物語。今、そのページを開きましょう。この壮大な歴史を書き記したのは、教会史の父と呼ばれる司教エウセビオスです。彼は300年に及ぶ迫害の嵐が過ぎ去り、コンスタンティヌス帝による教会の勝利をその目で目撃した歴史家でした。彼が筆を取った目的、それは使徒たちの継承、血塗られた迫害の歴史、そして異端との戦いを後世に伝えることでした。これは剣の帝国であるローマと信仰の王国である教会の命を懸けた戦いの記録なのです。物語はティベリウス帝の時代、教会の夜明けから始まります。ポンティオ・ピラトの総督在任4年目、イエスは宣教を開始され、十字架につけられ、そして復活されました。ピラトは当時のローマの慣習に従い、イエスの復活に関する報告書を皇帝ティベリウスに送ったとされています。その後、ステファノへの石打ちによる最初の殉教が起こりますが、それは逆に宣教の火種となり、パウロの改心へとつながっていくのです。時代は進み、紀元40年代、教会は政治的権力と霊的な闇の双方と対峙します。使徒ヤコブを処刑し、ペトロを投獄した王、ヘロデ・アグリッパは、神の使いに撃たれ、虫に食われて急死するという悲惨な最後を遂げました。一方、ローマには、サマリアの魔術師シモンが進出し、彫像まで建てられていました。しかし、ペトロはこの地へ赴き、精神の光によって、シモンの魔術を打ち破ります。この時期、マルコによって福音書が記され、エジプトへの宣教も開始されました。紀元54年、狂気の皇帝、ネロが即位します。ここから、最初の組織的な迫害が始まり、使徒たちの時代は血をもって締めくくられることになります。異邦人の使徒、パウロは、ローマにて斬首刑に処されました。筆頭使徒、ペトロは、主と同じ、死に方は恐れ多いとして、自ら願い出て逆さ十字架につけられました。そして、エルサレムでは、主の兄弟であり、司教のヤコブが、神殿の頂から突き落とされ、殉教しました。紀元70年、歴史の大きな転換点が訪れます。ローマ軍により包囲されたエルサレムは、飢餓と剣により陥落し、神殿は音を立てて崩壊しました。しかし、エルサレムの信徒たちは、神の啓示により、事前にペラという町へ避難していました。この神殿崩壊により、キリスト教はユダヤ教というゆりかごから完全に切り離され、独自の歩みを始めることとなったのです。1世紀の終わり、ドミティアヌス帝の迫害により、使徒ヨハネはパトモス島へ流刑となりました。この時代、教会の指導者たちは次々と命を捧げました。アンティオキアのイグナティオスはローマへ護送され、野獣の餌食となりました。エルサレム司教シメオンは120歳の高齢で十字架につけられました。イグナティオスはこう言い残しました。私は神の小麦である。野獣の歯によって挽かれ、キリストの清いパンとなるのだと。2世紀に入り、ハドリアヌス帝の時代、バルコクバの乱の鎮圧後、ユダヤ人はエルサレム立ち入りを禁じられ、都市の名はアエリア・カピトリナと変えられました。これにより、エルサレム教会に初めて異邦人出身の司教、マルクスが就任します。しかし、脅威は外部だけではありませんでした。サトゥルニヌスやバシリデスといった異端者が、偽りの知識、グノーシスを広め、教会内部を蝕み始めていたのです。迫害と異端の嵐の中で、教会は知性によって信仰を守ろうと立ち上がります。哲学者の衣をまとったユスティノスは、皇帝に対してキリスト教の正当性を訴える弁明書を提出しました。また、スミルナのポリュカルポスはローマを訪問し、復活祭の日付についてローマ司教と協議しました。見解の相違はありましたが、彼らは互いの交わりを保ち、教会の絆を守り抜いたのです。鉄人皇帝、マルクス・アウレリウスの時代、その治世とは裏腹に、教会には激しい迫害が襲いました。ガリアのリヨンとビエンヌでは、円形闘技場で信徒たちが虐殺されました。スミルナの司教、ポリュカルポスも捕らえられました。信仰を捨てれば助けるという誘いに対し、彼はこう答えました。86年間彼に仕えてきたが、彼は私に何も悪をなさらなかった。そう言い残し、彼は炎の中で殉教していきました。
一方で戦場では、キリスト教徒の兵士たちの祈りにより雨が降り、敵に雷が落ちるという、雷の軍団の奇跡も記録されています。3世紀初頭、エジプトのアレクサンドリアは、キリスト教の地の拠点となりました。クレメンス、そしてオリゲネスといった天才たちが現れ、ギリシア哲学とキリスト教神学の統合を推し進めました。ここでも迫害は続きます。オリゲネスの父レオニダスは殉教しました。若きオリゲネスも父の後を追って殉教しようとしましたが、母が彼の服を隠して外出できなくしたため、生き延びたという逸話が残されています。3世紀中葉、教会は最大の試練を迎えます。デキウス帝は全国民に異教の神々への生贄を強制しました。ローマ司教は殉教し、あのオリゲネスも激しい拷問を受けました。その後、ガリエヌス帝の寛容令により、一時的に迫害が停止され、教会財産が返還される平和の時期が訪れます。教会はこの期間を用いて、サモサタのパウロを異端として免職するなど、内部の教理の粛清を行いました。しかし、平和は長くは続きませんでした。紀元303年、ディオクレティアヌス帝による最後にして、最大の大迫害が始まります。教会を破壊せよ。聖書を焼き捨てよ。権利を剥奪せよ。聖職者を投獄せよ。ニコメディアの宮廷からエジプトの国境に至るまで、数えきれないほどの殉教者が血を流しました。それは夜明け前の最も深い闇の時代でした。闇は光によって打ち破られます。311年、迫害の首謀者ガレリウスが死の床で過ちを認め、迫害停止令を出しました。そして翌年、コンスタンティヌスは神の印である十字架を掲げて戦い、ミルウィウス橋の戦いで勝利を収めます。ついに313年、ミラノ勅令が発布されました。キリスト教は公認され、信仰の自由と没収された財産の返還が約束されたのです。324年、帝国はコンスタンティヌス一人によって統治され、真の平和が訪れました。エウセビオスはこう記しています。古い悲しみは忘れ去られ、人々はただ現在の幸運を祝い、将来への期待に胸を膨らませた。300年にわたる殉教の地は、決して無駄ではありませんでした。それはついに平和という果実を結び、教会の勝利として歴史に刻まれたのです。